皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら。私は話さないで数石黒です。ノーベル文学賞を取りました。だいぶ前に。で、ちょっと久しぶりに引っ張り出してきて、またちょっと読んでみたんですけども、ちょっと解説します。大まかな話としては、ヘールシャムという施設がある目的で、作られていて、そこに子供たちが集められて暮らしています。で、外との接触を断たれている状態です。で、この話としては、それがある目的を持ってるんですが、それが非常に残酷な内容です。ここにヘールシャンがあってさ、行ったり来たりできない。この中で子供たちが暮らしているような状態です。で、話はここで過ごしていた子供が大人になってから、回想するような形で、物語が進んでいってですね、大人になってから子供の時からなんとなく噂ではこうじゃないのみたいなのがあったのがだんだん現実味を帯びてきて、やっぱそうだったのかみたいなことになる、そういう話なんですけど、それだけ言うと何が何だか分かんないのってちょっと話しますけど、ちょっとネタバレにもなるので、ここから先、そうだな、1分そこそこ喋ります。ネタバレ喋ってる間、これを出してるのでこれを出してる間は、なんか喋ってんなと思って、イヤホン外すなりなんなりちょっとしてください。では、喋るよ。いいね。イヤホン外してね。このヘールシャムという設備は、いわゆる親から普通に生まれてきた子供ではなく、クローンが集められている施設だったということなんです。で、そのクローンが一体何のために集められていたのかということが後々明らかになるという話なんです。ってことなの。で、いわゆるこの話のテーマって、この施設が後々、こういうことのために、作られたんですということが明らかになってくるんですが、その縮図っていうのは、人類がいたら、そのグループっていうのは、いわゆる少数派ってわけじゃない。この中ではヘイルシャムの子供っていうのは、少数派ですけども、世の中っていうのは、何かを利用する側、利用される側という言い方をちょっと今回は使いますけども、じゃあ例えば、この人たちが労働力を提供する、こっちはそれを受け取るみたいな感じですよ。そしたら、割とこういう方向性って一方通行なんです。向こうからこっちに来ることっていうのは大きい矢印じゃないんです。多少のご褒美なり何なりあったとしてもだよ。そしたらこのストーリーの中で描かれてる話っていうのはちょっと言うたらちょっと近未来みたいな感じなんですかね。でもこの縮図そのものは別に世の中にはいくらでもあるんですよ。そしたらこういう環境の中で一体こっち側が、例えば世の中のいろんな構造とかを全部分かっちゃったとしてだよ。自分はなんか利用されてたんだ。自分はなんかもっと豊かになるべきだったのになんか全部取り上げられてたんだみたいなのを知った時にどう行動するのか、どういう気持ちを持って生きるのかみたいなことをテーマとして書いてるんです。で、例えば政治とかでも国に対して例えばデモを行ったり反対したりとか、あるいはもうそれを受けるしかないとか、あるいは悲しんだりとか、別のことを考えたりとか、逃げたりとか、いろいろあるじゃないですか。で、それは例えば大きな国、社会じゃなくても、例えば自分の会社、自分の学校、クラス、家庭っていうところでも、こういうものは
る場合もある。当たり前か。うん。ある場合もある。その時に、ああ、自分は不幸だなって言ってても、始まらないんだな、そこは。だから、それを全部知った上でだよ。生きていく。前向きに。例えばその先に、何の希望もなくってもだよ。今日、楽しく生きる。食べたもの、美味しいなって感じたり。夕焼けが綺麗だった、夕焼け綺麗だなって感じたりって大事なんですよ。きっと人間ってそういう部分が日常の生活の中にポツンポツンとないと多分生きていけない生き物なんですよ。そこをいわゆる周りのいろんなことに振り回されて、ああ悲しい、ああもうやだ、ああ逃げたいって言ってたってもうしょうがないでしょっていう話です。非常に示唆に飛んでる話です。ノーベル賞受賞理由。偉大な感情を持つ小説で我々の世界とのつながりの感覚が不確かなものでしかないという底知れない淵を明らかにした。淵が明らかに、されます。淵を明らかにしようと思ったら、ちょっと3回ぐらい読まないかもしれいけないかもしれないけども、まあ、3回ぐらい読むと、あ、なんか、分かったかもっていう感じにはなると思います。淡々とした文章です。僕初めて読んだんですけど、この人の小説。淡々としてるんですよ。で、いわゆる感情のブワーっていうのがない。シューっていう感じ。だから、スーって読めるんだけど、読み終わってから、そうか、みたいな。なんか、ズンってくるものがある。そこが、やっぱこの人の小説の、なんだろう、破壊力なんでしょうね。すごい、作品です。心に響いた言葉、いくつかありましたが、400ページの5行目。僕はこれ、早川のやつで、早川書房のやつでのページです。で、映画化とかにもね、されましたけどもね、とりあえず小説読んでみてください。面白いですからね。外国文学、一応外国文学だ。外国文学、あんまり読んだことがないという人でも、これは、シュッと割と入っていけるという作品です。小説今、どんどん読むっていう人ももちろん中にはいらっしゃると思うんですけども、これは読んだら一回他の作品にパッといかないで、しばらくちょっと考えてみるといいかなと思います。本を読む一つの面白みみたいなところで何が言いたかったのかなって考えて、それに対して自分の意見みたいなのを持つっていうのはなんか面白い、いわゆる読書の醍醐味だと思うんでね、読んでみてください。もう最後の方そうだな、真ん中ぐらいからっていうことが続くんですよ。だからなんかよそ見しながら読まないしっかり読まないと置いてけぼりであれなんだっけってなっちゃうのでね、後半展開が早いです。非常に、楽しんで読んでみてください。私を話さないで、和夫石黒、読書の達人でした。